私たちのアイデンティティは本当に固定的で、不変なものでしょうか。朝目覚めてから夜眠るまで。私たちは自分という枠の中に閉じ込められていると感じるかもしれません。しかしもし、その身体の枠、その形態そのものがある日突然内側から湧き上がる衝動あるいは外からの圧倒的な力によって全く別のものへと引き裂かれてしまったとしたらどうでしょうか。紀元前後のローマで詩人プブリウス・オビディウス・ナソ、通称オビディウスが書き上げた壮大な叙事詩、それが変身物語、メタモルフォーセスです。この作品は世界の始まりの混沌カオスから、オビディウスが生きた時代の英雄ユリウス・カエサルの神格化に至るまでの全歴史をおよそ2語、例にも及ぶ変身の連鎖によってつなぎ合わせて描いた、まさに神話の巨大なタペストリーです。この物語の核となるテーマは、普遍的な変化の原理です。そして、その変化を引き起こす最も強力で、最も破壊的なエンジンこそが、人間と神々が持つ欲望に他なりません。変身物語は、単にギリシア・ローマ神話のエピソードを集めたカタログではありません。それは、私たちが普段道徳や理性の幕で覆い隠そうとするむき出しの情熱、過剰な渇望、そして愛憎がいかに個人の存在と世界の構造を根底から変えてしまうのかを雄弁に語りかける哲学的探求なのです。この叙事詩が描く世界では、固定された自己セルフは幻想に過ぎません。理性ロゴスが支配する世界観とは異なり、オビディウスの世界では情熱パトスが理性を凌駕し、その結果肉体が変容するのです。私たちは欲望が作り出した怪物あるいは欲望によってその姿を永遠に固定されてしまった悲劇の主人公たちの物語を今一度紐解いていきたいと思います。本動画では変身物語を単なるストーリーとして追うのではなく、この作品が西洋文明に与えた影響、そして現代社会におけるアイデンティティと欲望の倫理に投げかける資源な問いについて詳しく分析していきます。世界の歴史を変容の連続として描く。オビディウスが変身物語を書いた紀元1世紀初頭のローマは、アウグストゥス帝によるパクス・ロマーナの確立とそれに伴う厳格な道徳復興運動のただ中にありました。詩人オビディウス自身、その奔放な作風が帝の不況を怪追放エクシレの浮き目にあっています。この個人的、政治的な混乱の経験が彼の作品における変身というテーマに深みと皮肉めいた視点を与えたことは想像に難くありません。彼は世界が安定しているというアウグストゥスのプロパガンダに対し、神々も人間も、そして世界そのものも常に移ろいゆく不安定な存在であることを壮大な物語を通じて示しました。変身物語の最大の特徴はその途切れることのない連続性です。ホメロスやベルギリウスの叙事詩が単一の主人公アキレウスやアエネアスと特定の目標戦争帰郷建国に焦点を当てたのに対し、オビディウスは変身という行為そのものを主人公としました。彼の叙事詩は創造主による宇宙の創生、つまり混沌から元素が分かれ形態フォルマが与えられた最初の変身から始まります。これは世界の歴史を固定化ではなく流動化の観点から捉え直す試みであり、古代ギリシアの哲学者ヘラクレートスが唱えた万物は流転するパンタレーという思想にも通じるものがあります。物語は
宇宙規模の変身から始まり人類の登場プロメテウス4つの時代黄金白銀青銅鉄を経てやがて神々の色恋沙汰英雄たちの冒険そして最終的にローマの歴史へと収束していきます。この詩が西洋文化の主要な神話の源泉となったのは彼が単に物語を収集しただけでなくギリシアの断片的な神話をラテン語という共通の文学的基盤の上に一つの連続した歴史として再構築したからです。オビディウスは神話を叙事詩の荘厳なスタイルで語りながらもその語り口には洗練されたキチビットと時に冷徹な皮肉が込められています。特に神々の行動を詳細に描写する際彼らは人間以上に情熱的で自己中心的でそして気まぐれであると描き出されます。神々の欲望形を変える線を変身物語における変身の連鎖をたどるとそのほとんどが欲望エシレを原動力としていることに気づかされます。この欲望はしばしば性的な渇望権力への野心あるいは嫉妬といった最も激しい感情を伴います。第一に神々の欲望はその圧倒的な力ゆえに世界に最も劇的な変容をもたらします。最高神ユピテルゼウスはその苦な黄色欲を満たすためしばしば変身を用いて地上の女性を誘惑します。有名なダフネの物語はこの神々の欲望の典型です。太陽神アポロンは愛の神エロスから受けた黄金の矢のせいでニュンペイのダフネに激しい恋心を抱きます。しかしダフネは逃走を試みます。アポロンの情熱的な追跡の果てにダフネは父親である川の神ペネイオスに懇願しその姿を月桂樹ローレルに変えてもらいます。彼女は人間としての肉体を捨て固定された植物の形態となることでアポロンの欲望から永遠に逃れることに成功したのです。ここで注目すべきは変身が救済であると同時に永続的な固定であるというパラドックスです。ダフネは逃げ切った代わりに話すことも動くこともできずその物語の瞬間を永遠に月桂樹として生きることになります。アポロンは彼女の枝を折って冠を作り彼女を自らの栄光の象徴とします。これは欲望の対象が物象化され所有されるという悲劇的な結末を示しています。またユピテルの愛人となった世の変身は嫉妬という欲望がもたらす悲劇を描きます。妻ユノヘラの嫉妬を恐れたユピテルは世を美しい白い目牛へと変身させて隠そうとします。しかしユノはその牛こそイオであると見抜き百の目を持つ怪物アルゴスに見張らせます。変身はイオにとって逃避でも救済でもなく屈辱的な幽閉つまり欲望の連鎖の犠牲者としての固定を意味しました。オビディウスは神々がその無制限の力によって自身の欲望を瞬時に現実化させその過程で人間の形態と運命をあたかも粘土のように変えてしまう様を描き出します。神々の情熱はまさに宇宙の安定を揺るがす怪物的な力として機能しているのです。人間の情熱、傲慢と破滅の形態。神々だけでなく人間が持つ過剰な情熱もまた彼ら自身を怪物へと変えていきます。人間の変身はしばしば傲慢、ヒュブリスつまり自らの能力を過信したり神々の領域を侵したりしたことに対する罰として描かれます。
悪対4の物語は、人間の好奇心と傲慢がもたらす悲劇の象徴です。彼は、狩りの途中で、偶然低血な女神ディアーナ・アルテミスが、水浴びをしている裸の姿を目撃してしまいます。激怒したディアーナは、彼に復讐するため、彼を鹿の姿に変身させます。鹿に変身した悪態4は、言葉を失い自らの体で悲鳴を上げることもできなくなります。さらに、悲劇的なことに彼は、自らが調教した0頭の猟犬たちに追われ、自らの手で育てた犬たちに食い殺されてしまいます。変身によって悪態4は、それまでの主人という立場から獲物という立場へと逆転させられます。これは、欲望ここでは、覗き見の好奇心が個人の社会的存在、論的な位置をいかに即座に破壊し、人間を本能だけの獣の領域へと転落させるかを鮮烈に示しています。また、人間の才能に対する過剰な欲望、つまり野心とプライドも変身の主要な原因です。リュディアの娘アラクネは、その卓越した旗織りの技術を誇り、ついには女神ミネルヴァ・アテナに挑戦します。二人の織り比べは、ミネルヴァで才秘の打ちどころがないほどアラクネの作品が優れていたため、女神は屈辱と怒りに駆られます。ミネルヴァはアラクネの作品を引き裂き彼女を打ち叩きます。絶望したアラクネが首を吊ろうとすると、ミネルヴァは彼女を救うどころか、その姿を雲へと変えてしまいます。アラクネは糸を紡ぐ能力を失いませんでしたが、その才能は人間のための芸術ではなく、永遠に卑しい虫の行いとして固定されてしまいました。この変身は、人間が持つ純粋な創造的欲望が神の権威という壁にぶつかった時にいかに怪物的な形態で永続化されてしまうかを示しています。彼女の形態は、彼女の才能を永遠に記憶させる罰なのです。内向きの欲望、ナルキッソスと乱す王。変身は、外部からの力や権力闘争の結果だけではなく、内面的な欲望が自己を侵食し、破壊することによっても引き起こされます。その最も有名な例が、ナルキッソスの物語です。彼は、自身の美貌に恵まれていましたが、その心は他者を愛することができませんでした。彼は、運命的に水面に映る自分自身の姿に恋をしてしまいます。ナルキッソスの欲望は、愛を渇望しながらも、その愛の対象が実体を持たない、自己の映像であるという満たされることのないパラドックスに陥ります。彼は、その場から離れることができず水面を凝視し、続けた結果衰弱し、ついには、その姿を岸辺に咲く水仙ナルキッソスの花へと変えてしまいます。この変身は、罰というよりも欲望の究極的な実現と言えます。彼は、愛する者自身の姿の傍らに永遠に止まるという願いを叶えましたが、それは、動かず離すこともできない固定化された形態においてでした。ナルキッソスの変身は、自己愛がもたらす自己破壊を象徴しています。また、乱す王の物語は、貪欲アバリチェという欲望が引き起こす破滅を描きます。乱すは、触れるものすべてを黄金に変える能力を神から授かることを望みました。これは、彼にとって最高の財産であり、究極の欲望の実現でした。しかし、その能力は、すぐに彼を苦しめます。水も食べ物も、そして愛する娘さえも彼が触れた瞬間に冷たい黄金に変わってしまいました。彼の欲望は彼自身の生存と
人間的なつながりを奪い去る怪物的な力となったのです。ミダスは自身の欲望がもたらした悲劇を悟り、その能力を取り去るよう神に懇願します。この物語は、欲望が度を起こすとそれは、自己を豊かにするどころか自己を孤立させ、生命の根源を断ち切る檻となることを教えています。叙事詩の技法、流動する物語構造。オビディウスの変身物語が単なる神話集にとどまらないのは、その革新的な叙述技術にあります。彼は物語を途切れさせることなく、まるで映画の編集のようにシームレスにつなぎ合わせる連鎖構造アテナを確立しました。物語のつながりは地理的な近接性、血縁関係あるいは単に前の話のキャラクターが別の話の登場人物と出会うといった極めて有機的で流動的です。この構造自体が変化こそが普遍的な法則であるという作品のテーマを体現しています。また、オビディウスは変身の瞬間を詳細にそして視覚的に豊かに描写することで知られています。皮膚が硬い樹皮に変わる様子獅子が融合して動物の形になる家庭羽が生え口から言葉が失われていく瞬間など彼は読者にその身体的心理的な苦痛を追体験させます。この描写は時にグロテスクであり時に息を飲むほど美しくもあります。この魔法的リアリズムアイチャルエアリスムの源流ともいえる技法は後のルネサンス期やバロック期の芸術家たちそして現代の小説家たち例えばカフカにも大きな影響を与えました。さらにオビディウスは語り手の視点を巧みに操作します。彼は一人称の語り手を物語の中に登場させ語り手がその物語をどこで誰から聞いたのかを説明させることで物語に多層的な信憑性とそして皮肉な距離感を与えます。例えば著名な英雄オデュッセウス・ユリセスの冒険を語る際も彼の変化変装や試練に焦点を当てその話を他のキャラクターが語るという形で挿入します。これによりオビディウスは英雄の物語すらも変身という大きなテーマに組み込むことに成功しているのです。変身の二重性、懲罰かあるいは解放か。変身物語における変身はしばしば神々による懲罰として解釈されます。しかしその結果は常に悲劇的であるとは限りません。変身は時に究極の解放や新たな形態での永続化をもたらす二重性を持っています。懲罰としての変身はその人間の内面的な欠陥を永続的な物理的形態として固定化します。例えば酒によって神を愚弄し動物的な欲望をむき出しにしたリュカオン王は即座に狼に変身させられます。これは彼の内容に潜んでいた凶暴性や野蛮な精神状態が完全に身体的な形態として実現された瞬間です。変身はリュカオン王にとって人間性を失ったことの究極の証明となりました。一方で変身は逃避として機能する場合もあります。ダフネが月桂樹になったように愛する者同士が別離を恐れて変身を望む例もあります。高齢の貧しい夫婦バウキスとピレモンの物語では彼らが神々をもてなしたことへの報いとして永遠に離れることの内容にポンの木に変身します。この変身は純粋な愛と献身の精神を永遠の自然の形態として固定化し人間的な苦悩から
解放する稀な祝福として描かれています。変身の結末は、神々の気まぐれか、あるいは人間の情熱の強さによって決まるのです。変身後の存在は、しばしば人間的な記憶や意識を保持しながらも、その形態ゆえに沈黙を強いられます彼らは、声を失い自らの物語を語ることができなくなります。現代に生きる変身物語。オビディウスの描いた変身のテーマは、2000年の時を超えて、私たちの現代社会におけるアイデンティティの危機欲望の倫理そして、テクノロジーの進化がもたらす変容について今、なお深遠な問いを投げかけています。1、欲望と怪物化の心理学。オビディウスの物語は、欲望が制御を失った時に、人間がいかに怪物になるかを物理的に示しました。これは、後の心理学的な分析につながるテーマです。例えば20世紀の作家カフカの変身では、主人公グレゴール・ザムザが、ある朝目覚めると、巨大な虫に変身しています。オビディウスが神話的な力で、変身を描いたのに、対しカフカは、それを日常的な現実として提示しました。この現代的な変身は、グレゴールの内面に蓄積された疎外感、家族からのプレッショナルそして自己否定という精神的な怪物性が物理的な形態として露呈したと解釈できます。オビディウスもカフカも共通して、あなたが真に望むものあるいは、あなたが最も抑圧しているものが最終的に、あなたの形を決めるというメッセージを伝えています。過剰な欲求あるいは満たされない飢餓感は、人間を人間以外のもの、すなわち怪物へと変容させるのです。2、アイデンティティの流動性と現代のペルソナ。現代社会、特にデジタル時代において、私たちの形態は、かつてないほど流動的です。私たちは、素上で理想化されたアバターや意図的に演出されたペルソナをまといます。これは、オビディウスの神々が変身して、欲望を満たそうとする行為あるいは、悲劇のヒロインが変身して、逃避しようとする行為の現代的なメタファーと言えるかもしれません。しかし、このデジタルな変身は、しばしばナルキッソスの罠に陥ります。外部からの承認を求める欲望に突き動かされた。結果現実の自己とデジタルな自己との乖離が深まり最終的に自己を見失い固定化された虚像という名の怪物を生み出しかねません。オビディウスは、形態が失われても、その根源的な情熱や記憶は残ることを示しました。私たちのデジタルな形態が変わっても内なる欲望こそが、新しい形態のうちに永遠に封印される本質となるのです。3、日本の知恵と欲望の制御。オビディウスが描いた世界は、西洋における理性による情熱の制御という哲学的伝統の重要性を強く示唆しています。日本の文化と精神性においても、この欲望の制御は重要なテーマです。例えばは、表騎士となすという集団的な価値観の下では、個人的な欲望や野心は、しばしば控えめにされる傾向があります。過剰な欲望は、周囲との調和を乱す怪物とみなされ、結果的に社会的な摩擦や孤立へとつながります。オビディウスの物語は、抑制された欲望が消滅するのではなく、別の形で噴出する可能性を教えてくれます。外的に抑制された欲望が内側で屈折し、やがて悪態イオンやナルキッソスのように自己破壊的な形で発現する危険性です。この叙事詩は、
私たちに欲望を単に抑圧するのではなく、その本質を深く理解し、そのエネルギーを創造的な方向へと変容させることの重要性を問いかけているのではないでしょうか。4. 芸術による普及の変身。最後に、オビディウス自身の変身について触れなければなりません。彼は、この壮大な叙事詩の最後に、自らの施策こそが、すべての物理的な変身を超越した、究極の不死の形態であると宣言します。彼は、皇帝の怒りによって、肉体的な居場所故郷ローマを失い、流刑地で、孤独な日々を送りましたが、その施策の力によって、自らの名前と物語を永遠に不朽のものとしたのです。彼の物語は、ルネサンス期に再発見され、ボッティチェリやティツィアーノといった芸術家たちに、そして、シェイクスピアやダンテといった文学者たちに、計り知れない影響を与えました。彼らの作品の中で、ダフネは月桂樹として、世は牛として、そしてナルキッソスは花として、永遠に生き続けることになります。オビディウスが私たちに残した遺産は、神話という古い物語の中に、現代人が直面する自己とは何か、欲望とはいかに危険で、強力な力かという普遍的なテーマを封じ込めたことです。結論、変容する世界と普及の物語。変身物語は、世界が安定しているという幻想を打ち砕き、私たちのアイデンティティがいかに脆くいかに情熱に左右されるかを示しました。創造から破壊愛から憎しみ、そして人間から怪物へと至るすべてのプロセスは、欲望という単一の力によって動かされているのです。変身は私たちを苦痛と孤独の形態に閉じ込めるかもしれませんが、その一方で物語として語り継がれることで、その存在を永遠に保証します。オビディウスの言葉は、私たちが自身の欲望を直視し、それがどのような形態を生み出すのかを常に問い続けるよう促しているのです。もしあなたがこの深いテーマに関心を抱かれたなら、ぜひダンテの新曲を読み進めてみてください。ダンテは、オビディウスの描いた欲望の怪物たちを地獄の業火の中に再配置し、彼らの変身を道徳的な観点から解釈しています。また、現代の文学における怪物化のテーマ、特にカフカの変身や、あるいは人間の形と倫理的な責任を探求したメアリー・シェリーのフランケンシュタインなども、オビディウスの遺産を継ぐ重要な作品群です。変身物語は、私たちが知行固定化しようと試みるすべての努力がいかに脆いかを知るための鏡です。変化を恐れるのではなく、その変化を駆動する自身の欲望と真摯に向き合うこと、それこそが、私たちがこの壮大な叙事詩から学ぶべき最も重要な知恵なのかもしれません。知識の探求は終わりなき変身の旅です。私たちと共にこの旅を続けてくださったことに心から感謝いたします。あなたの知的な旅がより豊かなものとなりますように。また次の作品でお会いしましょう。